さんこんばんは。だいぶたくさんの方いらっしゃってますね。もうね、先ほど中島信也さんからのつかみがもうだいぶ素晴らしいっていうところで、ちょっと僕も今日はですね、いい感じで掴んで皆さんの心を掴んでいきたいなというふうに思っておりますけれども、改めまして井本と申します。よろしくお願いします。私はですね、ザ・キャンパスという、インターネット農学校というものを、今やっております。で、今日はですね、スルーライン、農で世界を面白くするということでお話ししたいと思います。私はですね、ここ近年で本当に人生が激変しました。自分のその人生の中において激変するタイミングっていろいろあると思うんですけれども、僕は本当にこの何年間かで激変したというお話から始まるんですけれども、一昨年私の妻が病で亡くなりました。で、47歳だったんですけれども、肺腺がん、病名は肺腺がんということで、そのがんが発覚した時にですね、もう余命1年というふうに言われたんですね。それで、そこから3年半闘病生活をしまして、僕と、2人の息子と、過ごしてですね、彼女ももう本当に一生懸命その3年半、残された時間っていうのを一生懸命生きたんですけれども、その中で食というものがいかに大事なことなのか、そしてその食の源である農というものがどういうふうに自分たちに大切なことなのかっていうのを非常にたくさん学ぶことがありました。そして、僕自身もどんどんそこから食と農の探求が始まっていったわけなんですけれども、皆さん食べることっていうのはすごい大事だっていうふうに思ってると思うんですけれども、すごい大事なことなのに意外と農とか食っていうのがどっからやってきてるのかとか、例えばその食っていうものがどこで作られて自分たちのテーブルに載ってるものなのかっていうようなことをあんまり実は探求してないんじゃないかなと思うんですよ。なんとなくは探求してるかもしれないけど、毎日食べる食、例えば朝昼晩と食はもう一番身近なエンターテインメントとして、楽しい時間として必ずあるわけですけれども、そんな楽しい時間なのになぜそんなに皆さんは探求していないんだろうか。僕自身も全く探求してませんでした。なんならジャンクフード大好きでした。で、そこで、妻が病気になったことで2人で、食というものが大切だっていうところに行き当たるまでに、いろんな僕もなぜ人はがんになるのかっていうこととか、成人病になることってなんでなのかっていうことをどんどん探求していくわけですよね。 YouTube で関連の動画もめちゃくちゃ見まくって、文献もいろいろ読んで、そして、いろんなセミナーとかにも出てですね、どんどん僕もなぜ人ががんになるのかっていうことを学んでいきました。そうした時に行き着いたのが、やっぱりその大きな原因っていうのはたくさんあるんですけども、一番大きな原因っていうのはやっぱり食なんですよね。で、その食っていうものの中に、今皆さんが目の前にいつも食しているものの中に何が入っているのかっていうのは、ほとんどの人たちはそんなに知らないけども、実はその中に入っているものっていうのがたくさんの要素はあるんですけれども、その積み重ねで自分たちの体が作られているっていうことに、僕もその時に初めて気づくわけですね。で、子どもたちと今まで食べてたものをどんどんもう変えてってですね、妻と一緒に過ごしている時にもうビーガンに転向しました。ビーガンで、完全菜食主義ということで、肉も魚も食べない、菜食をしていくっていうことでビーガンになりました。で、何ヶ月間かビーガンを続けていく間に、これはまたこれで辛いんですよね。なんでかって言ったら、みんなと食事に行っても飲みに行っても食べるものがほとんどない。これも食べれない、あれも食べれない、いや今日もちょっとごめんねとか言いながら、どんどん食べれないものがたくさんになって、なんなら世の中のこともあんまり信じられなくなるわけですよ。飲食店とかに行っても、これが食べていいものなのか悪いものなのか、作ってくれてるのに感謝の気持ちとかっていうことよりも、なんか疑いの気持ちが高まるみたいなことがあったりとかして、ちょっとなんか
暮らしにくいななんて思いながらもビーガンをやっぱり貫いて健康に生きようっていうことで妻と一緒にそういう時間を過ごしました。でもそういうふうなことをしている間に実はですね、妻が今度肺に水が溜まり始めて、病状が悪化するわけですね。でそのことによって、緊急的にもう手術をしなければいけないっていう時に、病院に行ってやっぱりもう化学療法をやろうということで、それまではもう化学療法っていうよりも食事療法であるとか免疫治療みたいなことをやっていったわけですけれども、そうじゃない、もう科学的な治療をするしかないということで病院の先生に頼ってですね、そこから化学治療を始めました。でその時にちょっとビーガンということはちょっともう一旦置いといて、緩やかに野菜中心の暮らしに変えていこうということで、そういうふうにやったんですけれども、僕の気持ちとしてはですね、本心としてはやっぱり健康食っていうものへの探求心っていうのはどんどん実は大きくなってたんですね。でその健康食をもうどんどん探求すれば探求するほど農業というものに実はすごい僕の意識がフィーチャーされていったわけですよ。そして農業の現場ではどういうふうに作物が作られているのかみたいなところまで行き着くんですけれども、実はその時にいろんな探求している時に食文化っていうのは皆さんもう当たり前のように分かってると思うんですけれども、どんどん食文化っていうのは変わってきて、江戸時代とかには日本人ってすごい健康的な暮らしをしてたわけですよ。粗食が中心で、皆さんも本当にね健康的な暮らしそのものだったんだと思うんですけれども、そういうふうに、意識を持ってってみると、この時代は健康的だったんだなっていうことは分かるんですけれども、どんどん時代が変わっていって、例えばその高度経済成長みたいな時にはですね、美味しさっていうものがどんどん探求されるようになります。で皆さんも美味しいものはもちろん大好きだと思うんですけれども、美味しさを探求するがあまり、もうその何が入っていようが別にそんなに意識はしない、美味しければいいっていうのがどんどん高まっていって、しかし近年ではやっぱり病気はなくならない、成人病であるとかがんみたいなものがどんどんなくならないよねっていうのが分かってきて、本当にここ2000年代に入って、健康食っていうことがすごい大切だね、美味しさプラス健康であることっていうのがすごい大事だっていうことに、行き着くわけですね。で最近はすごい健康食っていうものとか、オーガニックみたいなことに対して敏感な方々が増えています。ただそのビーガンとかオーガニックとかっていう言葉だけが結構先行していて、本当のその健康なものっていうのが何なのかっていう、そこの探求っていうのは相変わらずそこまで皆さんはしてないわけです。で僕はもうそこからどんどんその探求心が芽生えていたんで、農業の現場みたいなものも見に行こうっていうような意識で、そういう行動をし始めました。でその矢先に今度は妻も闘病生活してたんですけれども、今度は僕の父親が亡くなったんですね。父親もがんで発覚してから半年で亡くなりました。でその時に父親は広島県竹原市玉里町っていう、限界集落で、米農家として、やっていたんですけれども、その父親はもう亡くなる寸前まで、米を作りながらですね、細々と農家を営んでいました。でその父親が亡くなることによって僕もそこの、その山と、古民家とそして田んぼとを、相続するということになったわけです。でその相続をするということになって初めてその地域の別の農家さんたちとコンタクトを取ってですね、その農家さんたちにうちの米も作ってもらえませんかねっていうふうにお願いに行ったわけですよ。だったらその現場ではびっくりすることに70歳は若手と呼ばれてるんですよね。70歳が若手ってどういうことって思って、これは危険だなということでどげんかせんといかんみたいな、どっかで聞いたフレーズですけれども、どうにかしないといけないっていうところで僕もその農業の現場を元気にしようっていうことで、これまで僕はずっと広告の世界で生きてきたんで、その広告の世界で培った自分の知見みたいなものを生かして、農業の世界を元気にするっていうことを志し、
そして、ザ・キャンパスというものでインターネット農学校を作ろうということを決意したわけですね。でその決意した瞬間からいろんな農家さんたちのところに会いに行くときにすごい問題意識を持って会いに行くわけですよね。この農家さんたちはどんな意識でどんなものを作っていて、ただただ見るだけではなくて楽しそうでかっこよくて儲かってる農家さんたちを見つけたいっていう意識で見に行きました。なぜかというと、それまで僕自身も農業の現場をほとんどまだ見てなかったんで、その農業の現場を見に行くときに、イメージとしてやっぱり農業って、あんまり楽しくなさそうでかっこ悪くて儲かってないみたいなイメージだったんですけど、その全部そのいろんな農家さんたちを見た結果、全部それが逆転される意識になっていきました。その意識を持って僕は見に行ったわけですけれども、その農家さんの中で、例として、今日は2人ぐらいちょっと紹介したいと思いますけれども、1人はですね、淡路島の武藤君という、男です。この彼はザイオンファームという、キャンプ場と、カフェと農園をやっていて、その震災を機に家族6人で、淡路島に引っ越して、もうコネクションも何もない、お金もない、何にもないところから、土地もないし、とにかくないもの尽くしだったんだけれども、いろんな人たちとのコミュニケーションっていうことをそこの農村でやっていって、今や、年商も数千万っていう農ライフをやっています。でその彼は食料自給率でいうと、その家庭の食料自給率は7割なんですよね。7割の食料自給率で彼らは過ごしている。だから数千万の商売をやっても利益が結構残るわけですよ。そんなようなスタイルで、彼自身も自分のその農法っていうのはお金をかけない農法なんて呼んでましたけれども、素晴らしい農業をやっています。でそんな彼に出会ったりとかして、であとは梶谷譲っていうですね、広島県、の九井町っていうところでやってるハーブ農家がいるんですけれども、その彼とかも、カナダで農業を学んで帰ってきて、農業を今始めてハーブ農園だけやってるんですけれども、星のついたレストランしか取引しないということで、今や150軒のそのハーブ農家さんごめんなさい、レストラン、その星付きのレストランと取引しているハーブ農家として頑張っています。でその彼とかももう本当にその豊かな暮らしをしていて、商売自体もめちゃくちゃうまくいってるし、で年に2ヶ月間はお休みを取って家族で、世界を放浪するような、そんな旅をしてたりする素晴らしい暮らしをしています。でそういう農家さんたちに出会っていく中で、やっぱりこういう農家さんたち何が素晴らしいのかって言ったら、ファームトゥーテーブル、つまり自分たちが作ったものがどういうふうに食べられるべきかとか、食べてほしいかっていう意識をきちんと持ってるんですね。それってやっぱり素晴らしいことだなと思っていて、例えばファームトゥーテーブルって、よく聞くと思うんですけれども、テーブルトゥーファームもあると思うんですよね。そのテーブル側の人たちがちょっとだけ農村の方に意識をやる、農業のことに意識をやるだけで、そこで出されるものっていうのは変わってくる。つまり何を食べるかっていうのがどう生きるかにつながってるっていうことを分かってる人たちは、農の世界でもすごくハッピーに暮らしてるっていうことに気づきました。これこそ次の生き方なんじゃないかなっていうふうに思ったわけですね。そういう農家さんたちとどんどん出会っていく中で、ついにその60人のこの人だっていう農家さんたちを集めて、2017年の11月にザ・キャンパスを開校することができました。でその開校するのと同時にですね、そのことを見て、その旅立つかのごとく、うちの妻がですね、その年の同じ年の12月に亡くなりました。でやっぱり僕は今まで本当に食とかっていうものに興味を持ってなかったものが、妻の病気によって、父の死によってどんどん意識が変革して、何を食べるかがどう生きるかにつながってるんだっていうところまで学ばせてもらったのはすごく大きかったことなんですね。だから皆さんももしも、家族が病気になったら、
そして周りの人たちが病気になったらっていう時に初めて意識を持つんではなくて、今この瞬間から何を食べるのかがどう生きるかにつながってるよねっていう意識をちょっとだけ持つだけで、人生はいい方向に変わっていくんじゃないかなっていうのは思います。ちょっとそういう今脳のお話をいろいろしたんですけど、脳の現場ではですね、実は今耕作放棄地っていうものがどんどん全国的に増えています。で、耕作放棄地っていうのは、その荒れた農地のことなんですけれども、それがどんどん広がっていて、今全国に45万ヘクタールあるわけですね。これって京都府と同じぐらいの面積なんですけれども、これを僕は2030年までにゼロにしたいなと思っております。どういうふうにやるんだっていう話なんですけれども、さっき僕が見てきたようなそういう農家さんたちっていうのをもっともっとたくさん作っていくっていうことを、この農学校の活動を通じてやっていきたいなというふうに思っています。で、その耕作放棄地をどんどん減らしていくことで、この日本の風景っていうものがですね、懐かしい未来として広がっていくっていうふうにしたいなと思ってます。農村がどんどん荒れ果てるんではなくて、農村は農村として、都市は都市として、それぞれにいいスタイルで未来に対してつないでいける、そんな豊かな暮らしを僕らはどんどん次世代に発信していければなというふうに思っております。人生は一回きりです。皆さんはどんな意識を持って食であるとか脳であるとかっていうことで自分の体を健康にしようとしているのか。一回きりなんで、ぜひともそういう健康食とか脳というものの未来をちょっと想像して、一緒にこの国を、そしてこの星を面白くしていければなというふうに思います。ということで、ちょっと時間がオーバーしましたけれども、皆さんご清聴ありがとうございました。